2021年8月16日から31日までの魚座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。8月16日から31日までの魚座さんのリーディングを行います。まずこちらに10番のエネルギーアートのカード。去年の12月同じカードが出ていたんですけれども、これは前回からのリーディングの続きにもなってくるんですが、あなたが去年末ぐらいから始めたこととか努力していること、今回はすごくお仕事って言われてるんですけれども、お仕事以外でも恋愛でも人間関係でもお勉強でも趣味でもあなたがより良い人生を送るために、そしてなりたい自分になるために、去年の末ぐらいから始めて努力しているようなこと、おそらくそれまでは、こうなったらいいなって頭の中だけで思うようなことだったりとか、あと自分ではそれがお金になるようなものだと思っていなかったとか、そういうようなご自身の知識や経験、能力、そして思いや願いといったものを思うだけじゃなくって願うだけじゃなくってただ自分の中だけの知識や経験として蓄えておくだけじゃなくってそれを現実の世界に見えるような形にして落とし込んでいく作業、そういうようなことを始めたりそれを現実の世界に目に見える形として表現していくために去年末ぐらいから努力し続けていた方、そしてトライアンドエラーを繰り返しながら試行錯誤を続けていた方いると思うんですが、この時、そのバランスが整うんですね。その最初にこれを形にしようとか、これをお仕事にしようとか、こういうような人と恋愛するために、こういう自分になろうとか、そういうふうに最初、作り出すものとか、努力するもの、試行錯誤に値するものに出会うためにも、このバランスって必要なんですけれども、今回はその試行錯誤のこの1年弱、去年の末ぐらいからの努力の結果、試行錯誤の結果として、あなたが形にしたいと思っていたものが、現実的に形になっていく。そしてこの形にするものっていうのは、あなたが去年末ぐらいに見つけて、そして努力し続けて、そして試行錯誤し続けてきたものが何であるかによって異なってはくるんですけれども、こちらにワンドのキングが出ておりまして、この絵ではお掃除グッズがすごい形になってますけれども、このワンドのキングのように、ご自身のアイデアを思うだけじゃなくって、形にする作業。それでこの12月末からの流れっていうのは、まずはこのアイデアを思いつくか思いつかないかっていうのが、去年の12月ぐらいにあって、そして思いついたことをどうやって形にしていこうかっていう試行錯誤がこれまで続いていて、そしてこの時ご自身が思っているような形に仕上がっていく。なのでお仕事で言うと、まさにこのご自身の
アイデアだったり、知識や経験、そしてあなたの能力といった、もともとは目に見えないもの、それを形にする作業っていうのが、この時、達成するタイミングになって、そして現実の見える世界に生まれていく。それは商品となって、サービスとなって、作品となって、現実の世界にあなたの中から生まれてくる。そしてそれを必要とする人がいて、それを受け取る対価として、あなたはお金を受け取る。このご自身の能力、才能をお金にしていくっていうプロセスは、去年の末ぐらいから着々と進んでいたと思うんですけれども、この時は、この数ヶ月にわたるあなたの試行錯誤の結果、途中で諦めずに努力し続けていた結果が、とても良い形で現れる。その努力の甲斐あって、とても良いものが現実の世界に生まれてくると思いますので、こちらにペンタクルの9も出てますが、生まれた途端にすぐにあなたの才能が認められていく。こちらにワンドの6、勝利凱旋のカードも出ておりますので、この形になっていくっていうことで、そしてそれが誰かに伝わってお金になっていくっていうことで、あなたのこの時点での目標が達成する。こちらにファイヤーのカードも出てますけれども、とても忙しいとは思いますが、とてもやりがいのある時。このワンドの毒には、今まで熱意なくして成し遂げられた偉業はないという意味の言葉が書かれておりますが、この時期はあなた自身がやる気と熱意の塊で、このバランスの良さっていうのもあるんですけれども、ご自身がこれをしたいって思っていたようなことと現実の世界っていうのがバランスよく噛み合うんですね。それはあなたがご自身の頭の中だけであるようなことを現実化することに成功しているっていうこともありますし、あとその現実化したものを求める人がいる。なので、この形にするものっていうのは、最初からお仕事としてお金にしていこうって思って形にするっていう場合もあれば、お金にならなくても、とにかく形にしたいっていう熱意の方が大きくて、ご自身の才能を、アイデアを形にしていくっていう場合もあると思うんですけれども、その場合も意図せずお金になっていくっていうこともあると思います。ですので、今回形にしたものは、その発表の仕方っていうのは、生み出すものによって変わってくるとは思いますが、例えば賞に応募するとか、あとそれをあなた以外の、そして周りの人以外のあなたのことを知らない誰かにも見てもらえるような場に公開するとか、そうすると、これはどこで買えますかっていうような問い合わせが来たりして、もともとはあなたの頭の中だけにあったアイデアがお金に変わっていくプロセスが始まっていく。それで、これだけバランスが良い時ですので、そういうふうに今まで生み出したくてもなかなか生み出せなかったっていうようなものとか、うまくいかなくって、それで修正を繰り返していたっていうようなことが、とても良い形で運んでいく時ですので、それを生み出すだけじゃなくって、そしてそれが認められる、称賛されるっていうだけじゃなくって、あなたの能力を、あなたが生み出したものをもっと磨きたいっていう段階に次入っていく。これはちょっとフライングになりますけれども、これが元で来年ご自身の想像の上を行くような、とても大きな花を咲かせていく。今回、この今まで試行錯誤を続けてきて諦めないでよかったなって思えるような達成のタイミングではあるんですけれども、この達成はあくまでもゴールではなくって、次に進むための現時点での達成のタイミングですので、これからもあなたの才能を磨き続ける、もっともっとアイデアを生み出していくっていうプロセスは続いていく。
おそらく今回、とても良い達成を迎えることで、次へのアイデア、意欲、情熱というものがより増していくと思います。それで、あなたの思いを現実化したいっていうのは、この才能をお金に変えていくっていうプロセス以外に、自分が思っている理想の自分になっていく、なりたい自分になっていく。恋愛で言うと、こうなりたいって思っていた自分が、理想の相手を引き寄せていく。特に、お互いの才能を認め合えるような対等な関係を求めていた方いらっしゃいましたら、まさにそういう恋愛ができるとき、その理想の相手が現れたとしても、臆することなく対等に付き合っていく。ですので、これは恋愛だけではなくって、あらゆる人間関係にも言えると思います。そしてこちらに13夜の月のカード、満月の一歩手前の月なんですが、ゴールはもうすぐです。というメッセージが書かれています。このゴールというのは、このあなたの思いが現実化していく、あなたの才能が見える形になって、商品やサービスとなって、それを必要としている人に伝わっていく。もしくはあなたの魅力が、あなたが伝えたい人に伝わっていく。あなたは正しい道を歩んでいて、正しい方向に努力をしている。それで、このゴールというのは、先ほども申し上げましたけれども、ここが最終的なゴールではない。なので、お仕事ももちろんそうなんですけれども、ご自身の魅力をもっともっと発揮できる、もっともっと磨けるっていうことに、この時気づくと思うんですね。来年、あなたの才能や魅力を大きく花開かせるための、とても大切な気づきのタイミングになると思います。こちらに、このメラメラと思えるファイヤーのカードと次いで、水差しのカードが出てますけれども、この2枚からも、この時期とてもバランスがいいなって思うんですが、熱くなりすぎているとか、ちょっと先走りすぎているとか、感情的になりすぎているっていうのに、その感情を表に表す前に気づいて、自分で一呼吸置くとか、疲れすぎてしまう手前で、頑張りすぎてしまう手前で、自分を休める時間っていうものを自然に確保していく。そういう意味でも、とても忙しいとは思いますが、心身の健康状態がとても良い時でもあると思います。この心身の健康状態のバランスの良さっていうのと、このあなたの内側のエネルギーを、そのエネルギーというのは、才能や魅力などにも置き換えられるんですが、それを外側の世界にとても良い形で生み出すっていうのは、とても強く結びついていて、そういう好条件が揃っているからこそ、こういうとても良い時を迎えている。そして来年に向けて、あなたの豊かな将来のために、とても大きな気づきを得ていく。これからあなたがより豊かな人生を送っていくために、何をすべきなのかっていうことに気づける。この時から、あなたの夢や理想や願いや思いというものを現実化していく作業っていうのが本格始動していく。ですので、これからも自分の力を信じて、ご自身の才能や魅力を磨き続けていただきたいなと思いました。それでは8月16日から31日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。